はいどうも皆さんこんにちは。今回は小牧・長久手の戦いについてお話ししていきます。本能寺の変で信長が死んだ後、織田家は羽柴秀吉派と柴田勝家派の2つに分裂しました。この2つの派閥が戦ったのが賤ヶ岳の戦いです。この戦いに勝利したのは秀吉の方でしたが、戦いの後秀吉派は再び2つに分裂します。これが今回お話しする小牧・長久手の戦いです。この戦いの後、秀吉は天下人への道を歩み始めるので、大きな区切りとなる戦いでもあります。ということで、まずは前回の動画の続きからお話を始めていきましょう。1583年、賤ヶ岳の戦いに勝利した羽柴秀吉は戦後処理を行っていきます。秀吉に反抗した人たちの土地を没収して、新たに担当者を任命していくのです。つまり、この時点での秀吉は、土地を与えられる側から土地を与える側になっており、すでに織田家家臣の中でも一歩抜き出た存在となっていました。こうして秀吉は織田家家臣団の上に立つ者として天下を治めていくようになります。この頃に秀吉が本拠地として使い始めたのが大阪城でした。大阪城は摂津の国、現在の大阪府に位置しており、当時から日本の中心である畿内の重要拠点でした。かつてここは信長を10年間にわたり苦しめた大阪本願寺があった場所だったので、秀吉としてもその立地の良さは分かっていたのです。ここに秀吉は天下人秀吉の城を築き始め、以後この大阪城を政治の中心地として活用するようになっていきます。さて、このような状況が面白くなかったのが信長の息子である織田信雄でした。賤ヶ岳の戦いでは秀吉と協力していた信雄でしたが、この頃になると秀吉との仲が悪くなっていきます。なぜかというと、柴田勝家と織田信孝という共通の敵を失ったことに加えて、自分の家臣だった秀吉が自分の力を上回り始めたのが面白くなかったからです。こうして信雄は秀吉と対抗するようになり、織田家内部の主導権争いを行っていくことになります。ここで信雄に味方したのが徳川家康でした。さて、この頃の徳川家康はどのような状況だったかというと、関東方面の統治を行っていた頃で、北条氏と同盟関係を成立させている状況でした。というのも、この頃の家康は秀吉から関東のことは家康に任せると言われていたので、関東の戦いを終わらせようとしていたのです。しかし時は進んで、秀吉が権力を持つようになると、関東情勢が安定していないがどうしたのだと家康に対して聞いてくるなど、秀吉は関東のことに関わるようになっていったのです。こうなると家康としては約束を破られた気分です。こうして家康は秀吉と対立する信雄に接近していきました。さて、家康を味方に加えた信雄はいろいろな人に声をかけて秀吉包囲網を作り上げていきます。先ほど言った通り、徳川家康とその同盟者である北条氏政、氏直親子、そしてさっさ成政や長宗我部元親、さらには泉紀伊の黒人衆にも声をかけて、秀吉包囲網は全国的なものになっていきます。しかし信雄の家臣の中には戦争に反対し、戦いを回避しようとした人もいました。彼らは何とか秀吉と信雄の仲を取り持とうとしましたが、信雄は彼らに切腹を命じ、秀吉と戦う姿勢を表明。こうなると秀吉も黙ってはいられません。信雄を倒すために大阪から出陣し、家康は信雄を助けるために清須へと出発しました。こうして始まったのが小牧・長久手の戦いです。まず最初に秀吉の軍勢は伊勢方面への攻撃を始め、戦いを優位に進めていきます。しかし信雄と家康も黙ってはいられません。泉紀伊の黒人衆に大阪を攻撃することを要請し、越中のさっさ成政にも味方するように声をかけています。これに対して秀吉方では、美濃の国にいた池田恒興や森長可が秀吉方として参戦し、犬山城を攻撃しました。犬山城は美濃と尾張の国境に位置する城で、重要な拠点となる城でした。この犬山城が落とされたこともあり、これ以降主戦場は美濃尾張へと移っていきます。犬山城が落とされた。この情報を聞いた家康も動きます。家康は清須で軍議を開き、本陣を移すことを決定。新しい本陣は清須城の北東に位置する
小牧山城、ここを本陣と定めて秀吉に対抗していきます。このような状況を受けて秀吉も対処に動きました。全国に向けて指示を出し、反秀吉派と戦うように命じたのです。こうして小牧長久手の戦いは全国を巻き込んだ大きな戦いとなっていき、各地で火花が散りました。しかし肝心の主戦場では秀吉と家康両者が睨み合いとなっており、戦況は膠着化していきます。秀吉は戦況の進展を図って別動隊を編成し三河の国に派遣。しかし家康はこの別動隊の行動を察知しており、すぐに小牧山城を出陣し秀吉の別動隊と激突します。この戦いで家康は秀吉の主力である池田恒興や森長可を討ち取るといった大勝利を収めており、討ち取った人数は1万余りだったと言われています。別動隊が大敗した。そう聞いた秀吉は急いで救援に向かいますが、到着した頃には家康たちは撤退した後でした。これ以降秀吉は大阪と美濃を往復し、全国に指示を出したり戦ったりを繰り返しています。最終的には秀吉の攻撃に耐えきることができなくなった信雄が単独で和睦を結んでしまったことにより、総大将を失った家康も和睦を結ぶことになりました。こうして小牧長久手の戦いは終結しましたが、家康個人としては戦いの中で秀吉に勝利していましたので、ある程度の優位性を確保した上での和睦となりました。さて、先ほども言った通り、この戦いは全国を巻き込んだ戦いです。反秀吉派の人々はそれぞれの場所で戦っていましたが、秀吉包囲網の主力だった徳川氏が抜けたことで包囲網は崩壊し、泉、紀伊、四国、北陸の順番で秀吉は反乱を鎮圧していきました。その上秀吉は毛利氏も支配下に置いたので、日本の大部分は秀吉が支配することになったのです。さて、秀吉というとこの話は外せません。関白就任です。この頃京都では近衛信介という人物と二条昭実という人物が関白の職をめぐって言い争っていました。この言い争いの処理を求められた秀吉は、片方が関白になったら片方が納得しないだろうと言って、それなら私が関白になろうと提案します。しかし関白になることができるのは藤原氏だけだと決まっています。秀吉が関白になるなんてことは不可能でした。しかし秀吉はこの問題を解決する方法を思いついたのです。その方法とは、近衛信介の父である咲久の養子となり、近衛家の人間になってしまえば関白になれるという半ば強引な手段を思いついたのです。近衛という姓だから分かりにくいですが、近衛家は藤原家ですので、こうすれば秀吉は名目上藤原氏の一員となります。この方法を使って秀吉は関白に就任し、日本の政治の中心人物となっていったのです。さて、一方家康はこの頃どうしていたかというと、まだ頑なに秀吉への進駐を拒んでいました。そのような家康の姿を見て、秀吉はついに家康を倒すと宣言します。秀吉と家康という一大勢力同士がついに激突するかと思われましたが、この時起きた地震の影響によって出兵は延期され、最終的には信雄が秀吉と家康を仲裁したことによって事なきを得ました。秀吉は家康に心中してもらうために妹を嫁がせたり、家康を参議に引き上げたりと、様々な手段を使って働きかけ、最終的に秀吉は母を上洛している間の人質としていいから上洛して心中を表明してほしいとまで言って家康に上洛を促しました。これによって家康はやっと上洛を決意。大阪において秀吉と対面し、家康は秀吉に心中することになったのでした。さて、いかがだったでしょうか。最終的に家康が秀吉に心中する形で終わりましたが、今話してきたような経緯がありましたので、秀吉に心中した大名の中でも家康は特に優遇されています。こうして日本の大半を治めることになった秀吉は、羽柴という姓を豊臣に改めて天下人への階段を上っていくのでした。ということで、次の動画では九州平定についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。